はい、始まりました。今回はなんとですね、ちょいとリクエストですちょいとってちょいとほぼリクエストですね。はい、まあ最近なんですが、フェイの血筋のケラン、誰の血筋なんでしょうね。確かあれですよねあいつですよねあいつですよね。最強のプレインズウォーカーの血筋ですよねなんか鹿になったりするんです鹿かね。になったりするんですかね。ケランをこいつをね、一応やってほしいというリクエストありました、はい、実は。はいまあたまたまやろうかということで、はい、新しいやつはやる確率が高いということでやらせていただくんですが、はい、まず能力の説明からさせていただきます。はい、赤3マナの22の2段攻撃のクリーチャーでして、あなたがコントロールしていてこれでない全てのクリーチャーはオーラや装備品のうちこいつについてる1つにつき10の修正を受けると。だからこいつにオーラや装備品1個ついてたら10の修正他パンプかかりますよっていうことですよね。はい、で2マナの白2マナの出来事として唱えることができまして、はい、オーラや装備品であるカードを1枚サーチできると。まあこいついけそうやなということで。まあそうですね。はい、こいつ統率領域に要は武器庫の解放を置いてあるってことでしょ。やばいですねやばいですよね。とりあえずまあ海外でいろいろ調べてきました。はい、調べてきてました結果、ちょっと上の方の卓はあんまり、いけないことはなさそうだったんですけど、いけないことはなさそうだったんだけど、これあんま楽しそうじゃなかったちょっとあんまりね、なんか装備品ストームとか、とりあえず全体突撃とかになってるけど、なんかちょっと難しそうだったんで、今日はカジュアルに5、6タックを想定して楽しんじゃおうぜっていうことで、はい、考えてきました。はい、カジュアルで強ければ強くてもいいですよみたいなコメントをいただいてたんで、はい、じゃあそんな感じでやっていきます。はい、でまず海外で調べた結果、まずサーチのカードなんですけども、サーチするカードからなんですけども、はい、ある2枚のカードにヒットしまして、まず頭蓋骨締め、はい、これはまあ一応説明しないで大丈夫だと思います頭蓋骨締めというカードで引いていくというね、いうプランがありましたということで、なります。でもう1枚なんですが、僕ツイートでちょっとつぶやいたんですが、フンヌの息吹というカードがありまして、4マナのエンチャントオーラでして、あなたがコントロールするクリーチャーにエンチャントできると。でエンチャントされているクリーチャーがプレイヤー1人に戦闘ダメージを与えるたび、それを生贄に捧げ、フンヌの息吹をあなたがコントロールするクリーチャーに他のクリーチャーにつけると。でそうしたらあなたがコントロールするクリーチャーを全てアンタップして、要は追加戦闘できると。トークンを出すようなクリーチャー、横展開するようなクリーチャーのトークンにつけて、コンバット行ってトークン出たタイミングでサクってそのダメージ与えて、もう1個出たトークンにつける、ということで無限コンバットが一応可能なカードですよね、っていう無限コンバットのカードがありまして、フンヌの息吹が海外でヒットしました。スカルクランプかフンヌの息吹ということだったんですが、今回はですね、それも踏まえつつどちらでもないティームさんが見つけてきた、まず面白カードの説明から入ります今日は珍しく斬新で、まず面白カードを先に発表させていただきます。今日は近地の戦部なんじゃそれっていうカードなんですが、1マナのアーティファクト装備品でして、装備しているクリーチャーは20の修正を受ける。これ普通ですよね。この装備しているクリーチャーが戦闘ダメージを与えるたび、この装備品をトークン1つ生成するという、2段攻撃なんですよ。装備品つけた状態で殴っていったと、こいつのコピーが2個出てくると。2個出てくるだけです。でそれをもう一回次のターン装備したら、やばい、何個出てくるんだ3枚装備したやばいぞやばいことになります。3枚してる状態でさらにコピー出てきますよね。だからもし3枚装備した状態でケランがアタックいったら、6枚出てくるという一応このカードを軸に今日は考えてきたということになるんですが、もちろん一番今のプランで重要なことがありますよね。ありますね。装備コストをとりあえずちょっとなんとかしなきゃいけないということになりまして、まずキーになってきますのが巡航の聖騎士
定番ですね。定番な2722で装備品1つがあなたのコントロール下で戦場データ B カード1枚引いればいい、で金属術を達成していると装備コストが0になる、この装備コスト0になるっていうのがとても重要だということですよね。一応もちろん引けますから。確かに一応引けますからね。一応引けます。はいはいはい。これ唱えたらじゃないんで。確かに唱えたらじゃないこれが一番重要なカードになってきます。サーチしてでも手に入れたいぐらいのサーチない、あんま入ってないですけどあんまりちょっとね。あんまりないです。であとは、例えば強胆な考古学者アーデンというカードがあるみたいなんですが、はい、3マナ22であなたのターンの戦闘の開始時にパーマネント1つがプレイヤー1人を対象とする。あなたは望む数のあなたがコントロールしているオーラや装備品をそれにつけてもよい。望む数のね。なるほどやばいですねこれかなり噛み合いがいいですね。全部つけられるということですよね。はい、であともう1枚ありまして、オーリオックの鋼打ち、はい、2マナ11であなたが支払う装備コストは1少なくなる、かなりいいですよ。1少なくなるんで装備コストが2だから1になるだけなんだけど、それでもかなり重要ですよね半分にはなってるから、はい、こいつが装備している限りあなたをコントロールする兵士と騎士は1修正を受ける。一応インクの締めがついてますよ、はい。であとはですね、それをコストを軽減してなんとかつけて横並びしていくクリーチャーの話になってくるんですけども、そうですね。一応ケランは装備してる数分だけパワーを横に並んでるやつの修正かけるんで、そうですよね、はい、1個につき10上がってくるんで横に展開していかないと横殴りもできないぞということになってますんで、横に展開していくカード、例えば闘争クレンコ、ブリキ通りの重鎮クレンコというカードなんですけど、はい、3マナ12のゴブリンでして、はい、こいつがコンバットするたびにこいつの上に11カウンターを置いて、その後こいつをパワーに等しい数の赤のゴブリンクリーチャーを展開すると、こういうゴブリン系のクリーチャー、結構入ってきますよね、はい、一応輝かしい生成士エーデリンがトークンの生成ができるということで、エーデリンは3マナの X4の警戒のクリーチャーでして、パワーはあなたがコントロールしているクリーチャーの数に等しい。結構な数出ればパワーも修正されて、ケランの修正も入って、これやばいですよでこいつが攻撃するたび対戦相手1人につき1体の人間クリーチャーをタップ状態で、攻撃している状態で出てくるということになりますね、はい。でもう1枚紹介させていただきたいんですが、忠実な弟子、これがトークンを出すカードの中では一番僕はおすすめなんですがコンボであるという意味で、はい。で2マナの21の速攻で副艦という能力を持ってます。でターンの戦闘の開始時にあなたの逃走者をコントロールしている場合、飛行を持つ無色の11の飛行機械アーティファクトクリーチャーを1体生成してターンし始め、そのトークンは速攻を得ます。こいつは速攻を得る、ということで速攻の、11の飛行が出てくるということで、飛行なんで、通る可能性がかなり高いということで、フンヌの息吹とほぼ2枚コンボ間違いない。もちろん飛行のブロッカーが立ってる人のところには結局いけなくなっちゃう途中から詰まっちゃう。でもある程度横並びしてれば何回も戦闘いければ一応倒しにはいけますからね、ということになりますから、そんな感じで横展開をしていきます、はい。で横展開していく中で、何を横展開他にしたらいいのかっていうことなんですが、僕たちが考えたプランですと、要はヘイト系のクリーチャーを並べたらどうかという話になりまして、はい、例えばドラニスのハンジとか、英文の思考検閲者とか、魔法の定め系エメリアのアルコンとか、いますよね、あとサリアとか、一個素目する、関係ないですから僕たちはクリーチャーばっかりだと我々は関係ないぞと。だからこのデッキこいつも入れられるんじゃないかということで静寂をもたらすもの、はい、このカードが他は普通は入れられないんですがかなりいいですよね。一応チップとピグを油圧しなくなるっていうクリーチャーなんですが、なかなか入れるの難しいんですが、この構成だったら入れてもいいんじゃないかということになります。であと珍しいヘイトベアのクリーチャーで言いますと迷宮の霊魂っていうカードになるんですが、はい、2マナの31で各プレイヤーは各ターンに2枚以上カードを引くことができない。これやばいですね。もう関係ねえぞと俺は引かねえぞっていきなり言い出したらはい、みんな引けなくても俺引けないから関係ないからっつって
こいつ出してもいいぞと。はい、大丈夫なんだ。フルボッコにされそうな気するんだけど。で今白の話したんですが、赤でもしヘイトクリーチャー入れるとしたら、まあ大陥落の限定とか、これまた関係ないって自分のダメージは。はい、あともう月の大貧し、はい月ですよね。あと風豚族の強戦士ってカードがあるんですけど、3マナの22ですかね。で殴って速攻でダメージ与えると巧妙になってクリーチャー以外の呪文を唱えると2点食らうっていう対戦相手だけなんですけど、っていうヘイトクリーチャーがいますんで、そういうのを今の言った感じで並べてったらどうでしょうかっていう。そうですね。はい。で一応並べたクリーチャーはケラの能力でパワーがあるので、はい、そいつらで殴っていくと。殴っていくという。ついでに殴っていっちゃおうということになりますかね。ヘイトしながら。そうですね。でまあ悟りの教授者が来ていただければこの吹き荒れる潜在能力というカードで1枚で決まります。その場面でロックしていただいて、ロックしていただいてさらにロックしてかけに行くという。これ例えばドラニスハンジみたいなカードがあれば吹き荒れる潜在能力で勝つことができますんで、一応フィニッシュカードは吹き荒れる潜在能力みたいな形になりますかね。あとはまあ好みでダメージ2倍にしたいとか、追加セント入れたいとか、好みにしていただければいいと思いますので、あと今言ったプランで気をつけなきゃいけないことっていうのがあるんですが、もちろんヘイトはだいぶ高いですよ。おそらくラスをされることは前提として考えなきゃいけないという。ラスかピンチョキを飛んでくるか、ラスされるでしょうね。ラスを来ることを考えておいて半分ぐらい展開でも、可能性としてはいいかもしれないっていうことも出てきますよね。そうですね。ちょっとオールインはしない方が。そうですね。オールインはしない方がいいかもしれないなということで、ラスをケアするカードで言いますと、例えばガーディオン・オブ・フェイスであったり、レベリーの防御であったりでフェイズアウトさせる全体をするっていうようなカードであったり、例えばちょっと1枚紹介したいんですが、一回紹介したこともあるんですけども、塔の長官ボロミア、最近のカードなんですが、3マナの3/3警戒で対戦相手が呪文を唱えるたび、それを唱えるためにマナが支払われていない場合、その呪文を打ち消す。やばいですね、これ。吹き荒れる。そうなんですよ。これはちゃんと吹き荒れる潜在能力と2枚コンボでもあります。さっき気づいたっていう、もし言ってもらって、そうなんだと思って。で、こいつを一見に捧げると、ターン終了時まであなたがコントロールしている全てのクリーチャーは破壊不能を得る。ということで、指輪があなたを誘惑する。一応破壊不能でもないよりはあった方がいいですし、そうですね。破壊不能のピッチとかもあった方がいいかもしれないですよね。そんな感じでやってみたらいかがでしょうかということになるんですが、一応5、7ぐらいだったら楽しくはやれると思いますよ。戦えると思いますんで、一応こんな感じで僕たちはやってみました。ということで今日の動画は以上になります。おしまい。